皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り扱う話題はウクライナ情勢です。地上波のニュース報道においては大きな動きがあった時にしかもはや取り上げてくれなくなりました。しかし国連常任理事国による侵略戦争が続いているというこの事態をもはや日常として受け入れるわけにはいきません。同じように中国が台湾侵攻やもしくは尖閣諸島の占領といった動きを見せたときに、それもまた大した出来事ではないと言えるのでしょうか。私はそうではないと思います。ロシアによる侵略戦争といったものは、後のように与える影響も大きいのだということを、ぜひともご理解ください。というわけで、ロシアによるウクライナへの侵略についての情報を更新するときには、ぜひともこのチャンネルの情報を参考にしていってください。まず最初に取り上げる話題は、ウクライナ軍による遠距離攻撃。前回の動画でも解説しましたが、クリミア半島フェオドシアにある石油備蓄タンクに対する攻撃が成功しました。この動画において、位置を示している丸が違っているよという指摘がありました。確かに言われるとその通りで、今回の地図では訂正をしています。ウクライナ軍が攻撃した石油備蓄タンクの施設はこちら。衛星写真の情報です。それがドローンの空撮によると、2つのタンクが派手に燃え上がっています。それでは攻撃から2日経った現在はどうなっているか。地元の住民の人が撮影してインターネット上に動画を公開しています。見るからに火が収まっているわけではなく、黒煙が立ち上り続けています。近くから撮影した方の映像がこちら。やはりこちらでも火の手が強く、まだまだ鎮火するような気配はありません。ただし、消防隊が近くに駆けつけていることから、おそらくはもう火を鎮めることそれ自体は諦めて、延焼を防ぐために、その周りの消火作業を中心にして行っているのでしょう。あとはもう燃えるものが燃え尽きるまでほっとくというような形で自然鎮火を待っているのかもしれません。一方でロシア側も負けじと遠距離攻撃を行っています。ウクライナ南部で最も重要な貿易港オデーサ。この町に対する攻撃が行われました。ただし、ウクライナ軍が戦略資源に対する攻撃を行っているのに対して、ロシア軍は住宅地に対する攻撃を行いました。基本的にロシア軍とウクライナ軍との間には戦術の違いがあります。ウクライナ軍は戦争に影響を与える軍施設や弾薬庫、部隊の集結地や戦略資源などに対する攻撃を行っていますが、ロシア側は明らかにウクライナ国民そのものを狙った攻撃を繰り返しています。これは一般市民に対する無差別攻撃であり戦争犯罪です。しかし、ロシア側としては戦争犯罪を繰り返すことによって何をしてもいいかのような空気感といったものを醸成し、ウクライナ国民の心を折ろうとしているのでしょう。続いて各戦域についての情報。ロシア領クルスク州における戦いは継続中です。ただし、ロシア軍の反撃に伴って、ウクライナ軍の占領地域拡大にはストップがかかっています。現在はロシア軍の攻撃に対する迎撃活動が中心となっており、おそらくこの地域での戦いはこのまま少しダラダラとした感じで続くかと思われます。続いて東部戦線。東部戦線における戦いで注目の場所はやはりアウディーイカから西方、ポクロフシクに対する攻勢でしょう。一方でポクロフシクを守るためにウクライナ軍はかなりの戦力を集めたと言われていますから、その分周りの戦力が手薄になったと言われています。その影響を最も受けたのが、これまでロシア軍を退け続けたブフレダルでしょう。ブフレダルその周辺では、ウクライナ軍陣地の攻略が進み、包囲される危険性が高まったことから、ブフレダルの守備隊は撤退をしました。そして次の問題は、ブフレダルは守りやすい町だったのですが、その背後における次の陣地、守りやすい場所というのが少し遠いらしく、この後この地域でロシア軍が力を入れればずるずると後退する危険性が高くなっています。ロシア軍の攻勢は継続的に行われているのですが、バフムトにおいてはほとんど動きがなかったのに比べると、やはりアウディーイカが落とされて以後のこの地域における後退は大きく目立っています。ただし、この状況そのものについて俯瞰した場合においては、少し見方が変わります。ウクライナ側の情報をまとめているアカウントによれば、このような情報が提示されました。左の地図における赤く塗られている部分、2023年1月10日から2024年1月10日まで、つまり1年間におけるロシア軍の占領地拡大した地域です。ロシアは1年でウクライナの領土の 0.1% を奪った。ロシアが現在のペースのままであれば、ウクライナの残りの領土を奪うには、およそ800年の歳月が必要になる。しかし、
欧米が規制なく支援をしてくれれば、もっと食い止めることができたというような意見表明です。プーチン大統領としては、2022年の本格的な侵攻に伴う、1週間も経たずに、ウクライナの首都キーウに彼自身が降り立ち、ゼレンスキー政権の崩壊以後の暫定政権を打ち立て、ウクライナを属国化したかったことでしょう。そのような願望は現在のところ、叶う予定はありません。一方において、ロシア軍の攻勢も続いているわけで、その攻勢すべてを叩き潰すには、現在の欧米からの支援は時期的に遅く、支援の量としてももっと必要だというのは明らかでしょう。せめて、供与した兵器の使い方について、ロシア領に使うなという規制だけでも速やかに解除してほしいものです。続いて、ロシアを支援する北朝鮮の動きについて一報が入っています。北朝鮮、ウクライナ派兵の降参、韓国国防省が見解。韓国の国防省は、ウクライナを侵攻しているロシアを支援するために、北朝鮮が正規軍をウクライナに派兵する可能性が高いという見解を示した。ロシアと北朝鮮が軍事同盟に匹敵する条約を結んでいると強調した。これは国会国防委員会の質疑での答弁。ウクライナの英字紙キーウポストは、ロシアが実効支配するウクライナ東部ドネツク州の州都ドネツク近郊へのウクライナ軍による砲撃で北朝鮮の将校6人が死亡したと報じた。これに関し韓国の国防省は事実である可能性が高いと述べた。ロシアと北朝鮮は急速に軍事的な協力関係を深めており、6月に有事の際の相互支援を謳う包括的戦略パートナーシップ条約に署名した。ロシアが技術支援を行う一方、北朝鮮は弾道ミサイルなどの兵器を提供している模様だ。また、ドネツク近郊で死亡したと伝えられた将校も、同条約に基づく軍事交流の一環で派遣されていたという見方もある。ロシアは自国一国ではウクライナを倒すことができないため、他の国に支援を求めています。その中でも、最も強力に支援に応えているのが北朝鮮です。他にもイランが大型の突撃ドローンシャヘドの輸出とロシア国内でのライセンス生産を認め、また一部砲弾の輸出なども行っています。他に中国は完成品としての軍事兵器は輸出していませんが、軍用火薬を作るのに使える民生品、そういったものの輸出に関してはかなりの量が中国からロシアへ渡っているとされています。しかしそのような形である程度制限やもしくは一応見えにくいような形を探っているイランや中国と違い、北朝鮮は露骨にロシアとの関係を強化しています。なぜならば北朝鮮にとってはお得しかないからです。北朝鮮は核兵器開発とその核兵器を地球上のどこの国にでも落とせるようにと大陸間弾道ミサイルの開発を進めました。このような核拡散についてはロシアや中国も嫌がったため、国連での北朝鮮制裁といったものが決議されています。しかし時は流れて現在ではロシアにとっては北朝鮮からの助力といったものが欠かせない状況となりました。そのため北朝鮮の砲弾の大量の輸入、そして今は兵士についても北朝鮮から受け入れるのではないかという話が出ています。なお北朝鮮製の砲弾についてなのですが、イギリスの報道では現在ロシア軍が使っている砲弾の中でも北朝鮮製の割合は最大で 50% にまで向上していると言われています。この数値についてはさすがにそこまではないだろうとは思うのですが、しかしロシア軍上部としてはとにかく数さえ揃えばいいという考え方から北朝鮮に発注をかけてさらなる増産を促しているのかもしれません。なお、ロシア軍内部における北朝鮮製の砲弾の評価は最悪のレベルで、まず第一に不発弾が非常に多い。また火薬についての品質性が悪いことから思ったほど飛ばない、そういったことが問題として発覚しています。思ったほど飛ばないことが何が問題かといえば、それは榴弾砲でウクライナ軍陣地を攻撃するときに味方の陣地を飛び越えて相手方に撃ち放つものです。それが目標15キロ先である場合において、もしかしたら5キロしか飛ばなくて味方のロシア軍陣地に落ちるかもしれません。そのような危険性もあって、ロシア軍内部における北朝鮮製の砲弾については評価が悪いわけです。ただしそれはあくまでも現場の苦労であって、上層部は大量の砲弾を使ってウクライナ軍に対して攻撃できるのであれば、不良率が高かろうとも大して気にしないという事情があります。一方で今回の記事にもあったように、砲弾だけではない兵士についてもという話は、ロシアとしては日常的に突撃要員として兵士を使い捨てている関係で、
もっともっと多くの兵士が欲しいという状況になるでしょう。現在のところ、前線近くで死亡した北朝鮮の将校は、前線の突撃要員のためではなく、後方での公兵としての北朝鮮兵の活用について話し合っていたと言われています。ロシアも北朝鮮もどちらも国民の命は非常に安く扱われる国ですから、ロシアがエネルギー資源や食料といったものを北朝鮮に渡し、北朝鮮がそれを受ける形で砲弾や人命を差し出すというのであれば、ある意味物々交換が成り立つ世界であり、この動きが拡大することは非常に注意して見ておかなければなりません。何しろそうやって北朝鮮に軍事物資や食料、エネルギー資源などが渡るということは当然のように核開発や大陸間弾道ミサイルの増産、そして通常兵器についても整備する余裕などが生まれて軍事力がさらに高まる危険性もあるのです。それは当然のように東アジア情勢に対する悪影響を及ぼすものだと私は思います。現状すでに北朝鮮に対する国連制裁は一応は行われているわけですが、ロシアと中国が抜け穴になっており、もはや実行力は非常に低下していると言えます。ロシアによるウクライナ侵略について、これを抑える動きができていないというのは結局のところ、回り回って日本に対する悪影響も及んでくるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会に登録していってください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。